というわけで、夏はい。読ませていただきます。はい、お願いします。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお、蛍の多く飛び違いたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかに打ちひかれていくもおかし。雨など降るもおかし。これが夏ですね。はい。来ましたね、おいよいよ菓子が。お菓子来ましたね。これもお菓子来たなって思うとこですよね。お菓子来たなって。はい。私、お菓子の文学と言われる、ゆえん、お菓子、お菓子。これはもうね、夏は夜だと。なので、ホタルが出てくる感じですね。ああ、そうなんですね。そうっか、ホタル見たことないって言ってそう、ホタル見たことない。ホタルはなんかこう、召喚獣的なイメージですね。いますよ、ホタルは。ホタルは存在します。存在するんですね。見たことない。見たことないです。はい。じゃあ、その、召喚獣、ホタルの話しますね。はい。夏は夜。まあ、夜ですよね、と。夏は夜だろっていう。夏は夜だ。月の頃はさらなり。月が出てる時はもうテンション上がるわと。はい。でもだよと。月の頃っていうのはこれは15日。きっちり15日ですね。旧暦なので15日は絶対満月です。はい。この前後っていうのはもういいよいいよと。特にさらなりだと。でもだ。闇もなおと。ここでね、オンオフ聞かせてくるのが青春の、おしゃれですね。だって、ホタルの多く飛び違いたるじゃんと。ホタルがね、いっぱいこう、飛んでるのが見えるのは、そうじゃない。闇の時だろと。なるほど。いっぱい飛んでるのもいいけど、一つ二つとかね、飛んでるのだっていいじゃん。これもお菓子。お菓子。雨が降るのもお菓子。お菓子。雨の描写が枕草子には結構たくさん出てくるんですけど、平安時代っていうのは雨っていうか、天候そのものっていうのが一つの、なんて言うんでしょうね、ショーみたいなところがあって。なるほど。天体ショー的な。はい、天体ショーですね。予定してない雨みたいなのはすごい好まれてるっぽいんですね。なるほど、なるほど。夕立みたいなのとか。酸性雨とかもなさそうですしね。酸性雨。雨当たると体に悪いよみたいな。体に悪いよみたいなこともないでしょう。濡れて寒いとかそういうのはあるかも。なるほど、なるほど。酸性雨とか出てくるの面白すぎるだろう。そう。エシドレイン。英語で。かっこいい。じゃあ、夏読めますかね。夏。はい。お願いします。夏くらいか、前回カミカミだったかな。噛んでもまあいいやつくらい。噛んでもいい。噛んでもいいっすみたいな感じで読みます。噛んない私は。いきます。はい。In summer, the night. Moonlit nights, of course. But also at the dark of the moon. It's beautiful when fireflies are dancing everywhere in a mazy fright. And it's delightful too to see just one or two fly through the darkness, glowing softly. Rain falling on a summer night is also lovely. はい。ちょっと噛んだ。ラブリー、ラブリーって。ラブリーで終わります。いいですね。お菓子がラブリーになる。はい。最後のお菓子がラブリーで、そうですね。2個目のラブリーが、雨の直前だからディライトフルですね。ディライトフル。これは私を喜ばせるものみたいな。ライトが光で、フルがいっぱいみたいな時に使うんですけど、心に明かりをつける。まあ、楽しいとか嬉しいみたいな時に使う言葉ですね。お菓子の1個目。お菓子、ディライトフルであると。この2つのお菓子を別の単語にしているところは美しいですね。そうですね。このお菓子っていう言葉の中にもたくさん意味は多分あるんですよね。文章になってるとわかんないけど、もう私個人としては受けるでいいと思うんですけど。受けるみたいな。受ける。いい感じみたいな。いい感じ。みたいな感じですね。そうなんですよね。この作者さんが前段で結構お菓子について熱く語るページがあって、翻訳者さんがお菓子にすごい燃えてて、お菓子っていうのを理解するハートはあなたも育てられるみたいな感じの熱い文章があるんですよ。お菓子、熱いんですよ。お菓子は教養であり、
美学であり、育てられる感性でありみたいなことを語ってたんで。多分ね、古典を学校でね、無理やり習わされた人々にとってお菓子、哀れっていうのはもうね、覚えたくない、思い出したくもない何かだと思うんですが。出たみたいな。出たお菓子だよみたいな。嫌なものだと思わずに付き合っていただきたい。そんな。英語だと、この分かりやすいだろうなって思った一つが、変に日本語だから分かりづらいんだよなっていうのはあると思うんですよ。思い切って英語にすると多分そっちの方が読みやすいよって。そうですね。英語だとこの Fireflies are dancing everywhere みたいな、こう一気にそこら中でダンスしてるだとみたいな、こうパリ感がいいですよね。こう真っ暗でも、まあ明治フライトだからまあそこまでパリピじゃないんですけども、ゆらゆらとそこら中で待っているみたいな、いいよねみたいな。フライトってことはメイズが迷路みたいな感じで、フライトがフライトを、まあ、飛ぶことですね。だからちょっとこう、迷うように飛び近いたるところかな。迷いながら飛ぶみたいなことですよね。まあ、不規則に飛ぶくらいの感じですかね、多分ここでは。不規則にダンシングエビリウェアしてて、ビューティフルだぜと。ダンシングしてるファイアフライがビューティフルだぜと言ってますね。すごくわかりやすいですね。そう。月の時はオフコースだ。月の日は、まあ、オフコースだけど、暗い時もホタルがダンシングしてて、ビューティフルじゃんと言っている。いいですね。ルーゴっぽい。ルーゴっぽく。で、わかりやすいんだよ。1 or 2だから暗闇の中でグローイングソフトリーだから柔らかく光って一匹に引き飛んでるのもディライトフルだぞと。雨、レイン、フォーリング、インダサマーナイトもラブリーだぞと。ラブリーだぞと言ってます。ここにサマーナイトって入るんですね。ああ、確かに。そうですね。もう一回夏の夜だぞと。そう、もう一回言ってますね。夏の夜の雨はいいぞと。そう、夏の夜の雨ってラブリーよねって言い直してますね。放送も入ってるんで、もって言ってますね。これももっていうのも多分ポイントなんですよね。雨降ってなくてもいいし、雨降ってもいいし、ホタルたくさんでもいいし、ホタルちょっとでもいいし、いいね、みたいな。お菓子ねっていうね。お菓子ね。お菓子。そうですね。ゲームだと、打ち光っていくもお菓子。お菓子。雨など降るもお菓子。お菓子。もって入るので、どっちがどっちとは言わんが全部いい。夏好きそうですよね。夏好きそうですよね。ただ、春と秋っていうのが割と好かれてたんですよね。過ごしやすいのが春と秋だったっていうのがまずあるんですけど、春と秋。なるほど。なるほど。あえてこの夏と冬をがっつり入れてくるところっていうのがやっぱ感性なのかなと思った。なるほど。夏もいいとこあるぜ。あるぜと。どこだと思う夜みたいな。夜みたいな。なるほど。いうことかなと思ったりもします。一説あります。これもあれですもんね。闇っていうのも本当暗かったんですよね。きっと当時ね。ホタルもダンシングしちゃう暗さ。これは源氏物語の話になるんですけど。テイルズ・オブ・源氏の。テイルズ・オブシリーズの。テイルズ・オブシリーズの。シャイニング・プリンスのね。テイルズ・オブ・シャイニング・プリンス。オブ・シャイニング・プリンスの話になるんですけど、部屋の中に回せることで、中にいる女性の顔を照らすっていうシーンがあるんですね。はいはい。それくらい明るいんですよ。すごい。へー。そう。それで、ミスっていう、ミス、すだれですね。ミスっていうものがあるんですが、ミスっていうのが不思議な性質を持っていてですね。はい。昼間は中が見えません。で、夜になって部屋の中を明るくすると、そっちが見えるんですよ。ああ、なるほど。そうなんです。明るい方が透けて見えるっていう性質があるんですね。なので、真っ暗な中にホタルを放すと、その中に座っている女性っていうのが、ほんのり見えちゃうわけなんですね。男性から。はい。そういう手法を凝らしたのが、シャイニングプリンスことシャイニングプリンスが。そうですね。光の使い手ですね。光の使い手ですね。属性は光だと思います。属性は光なんで。はい。闇もいるんですか？闇もなおあいつです。
あいつなんですか。そうですね。なる闇ほど。もまた源氏が持ってる気がしますね、な私。るほど。なるほど。それはさすが主人公。さすが主人公。両属性持って生きてる両属性持っ気がします。てるんですね。そうです。使い分ける派ですか？使い分ける派です。なるほど。そう。光あるところまた闇ありみたいなやはりな。存在なので、知らんけどと私も知らんけどですけど。話をされましたが、それぐらいそうですね。は軽いものだったと。でも虫だしっていう、虫だしね。本当にいるものなんですよ、ホタル。